こんにちは。カニでございます。ということで、今日なんですけども、変な魚おじさんに呼び出しを食らいまして、おめえに渡してえもんがあるとおっしゃってました。見てみましょう。お疲れさん。今日ね、あんたにいつも世話になっとるだろう。ええもん用意した。ええもん。世話はしてますけども。あんたもはっきり言うな、おい。こんなもんを作ってみたんだって。なんすかこれ。お魚福袋。これ何が入ってるんですか。福袋だからね、後で見てもらっていいかな。魚ってことはねえだろうね。魚さ、魚に決まっとるだろ。魚くれるんだ俺。これ肉だったらおかしいだろ、おい。美味しいやつ入れてくれます。もちろん。うわー楽しみだな。種類が多いでな、頑張ってさばいてな。怖いななんか。じゃあまあ頑張ってさばいてください。ということで、バイバイ。ただいまってことで、本日の食材がこちら。変な魚おじさんにもらった謎の福袋ということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。変な魚おじさんからもらった福袋。っていうことでね、まさかこんなプレゼントが届くとは思いませんでした。ちょっと何が入ってるか開けていきましょう。まず一つ目。うわ何これまだ生きてるし、しかも。初めて見たこれ。1匹目はこちらですね。シャコなんですけど、花シャコちょっとわかんないですけど、これ沖縄とかにいるやつだと思ったら、愛知県でも上がるんですね。パンチ力が最強のやつじゃねえのこれ。とんでもねえ福袋だな。で、もう一個、なんか袋に包まれてますね。うわ前やったあれじゃないのなんとかカラッパってやつじゃないの。一つ目の箱は、変わったカニと変わったシャコでした。そしたら二つ目。よいしょ。これは美味しいお魚ですよ。しかもめちゃくちゃ鮮度いい。イサキですね。6月ぐらいが旬なんで、もうすぐ旬を迎える魚。しっかりこう締めてあります。3つ目の箱。よいしょ。おお何やこれ。おお出ました。ちっちゃい平貝ですね。この大きさの平貝はあんま見ないな。で、こちら。糸より鯛。まだまだいます。この袋は、なんかイカが入ってますね。ケンサキイカ。これも一緒ですね。で、これモンゴウイカですね。イカのセットでした。これが最後の袋かな。これまた魚が入ってるな。こちら、カワハギ。わあ、これ大好き。マトウダイ。煮付けがすごい美味しい。で、これ、うわ、珍しいな。これはね、アイブリって魚ですね。ブリに似てるんだけど、ブリじゃないみたいな。そういう魚。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10種類のお魚が福袋の中から出てきました。これは豪華な福袋。こんだけの魚、普通に買おうと思ったら、4、5千円はするでしょうね。調理だけで2、3千円します。変な魚のおじさんからいただいたお魚を使って、海鮮定食を作っていきたいと思います。海鮮定食といってもですね、お刺身の盛り合わせ、で、お味噌汁、煮付け、塩焼き、この4品作っていきたいと思います。で、コイカなんですけど、これはご近所さんにあげます。ご近所さんイカすごい好きなんでね。まずは全部仕込みだけしちゃいます。今日はたくさん魚がいますので、スピーディーにさささっと仕込んでいきます。まずはイサキの塩焼きをいきます。鱗取っていきます。イサキの鱗、とっても取りやすい。ただ、このトゲがすごく鋭いので、鱗取ってる最中に指でブスっていかないように気をつけてくださいね。はい、このように鱗が綺麗に取れましたら、エラを抜いて内臓を取り出していきます。はい、このように鱗もエラも内臓も綺麗に取れました。そしたら1本切れ込みを入れて、これで塩焼き用の仕込みは完成。そうしましたら次は煮付け用の仕込みしていきます。カワハギ、皮剥いていきます。角を落として切れ込みを入れます。そしたら皮を剥いていきます。両面綺麗に剥いていきます。はい、皮が剥げました。そうしましたら、エラを抜いていきます。こっち側を頭にして煮つけますので、反対側、こっちから穴を開けていきます。穴を開けたところからエラを抜いていきます。そうしましたら、ここ斜めに切れ込み入れます。で、ここに苦玉がありますので、苦玉を潰さないようにまず取ります。あとはもう怖くないです。これで腸がありますので、腸も取っていきます。腸の中に糞が入ってますんで、これ絶対取ってください。で、この黒いの、腎臓なのかなこれも取ってください。そうしたら、あと卵と肝だけになりますので、これでカワハギの煮付け用の仕込みの完成。はい、次はマトウダイいきます。これはね、頭でっかちなので、頭を落としちゃいます。はい、このように頭を取りました。そしたらわかるかな、背中とお腹の方にトゲがあるんですよ。このトゲ危ないので、ここ落としちゃいます。
はい、このようにトゲが取れました。そしたらもう尻尾を落としちゃいます。で、これ、血合いがありますので、血合いもきれいに洗い流していきます。次は、お刺身用のお魚。まずはこちら、平貝。平貝はとっても簡単ですね。ここから包丁を入れます。そうしましたら、貝柱この辺にありますんで、貝柱を断ち切っていきます。いきます。せーの。よいしょ。ちっちゃ。で、紐を持って、紐を取ります。で、あとは貝柱がついた状態なので、貝柱を取っていきます。こんな感じですね。ちっちゃい。これで平貝の仕込みの完成。次はこちら、合ぶり。鱗を軽く取っていきます。はい、鱗が軽く取れましたら頭を落としていきます。何気に合ぶり初めて食べるな。どんな感じなんだろう。身はサワラみたいな感じですね。そうしましたらこちら3枚におろしていきます。あ、綺麗な身してるな。ツヤツヤですね、まだ。腹骨ついていきます。皮引いていきます。こんな感じですね。これで合ぶりの仕込みの完成。次、今日の魚の中で一番大きいですね。糸より鯛、これさばいていきます。色を取っていきます。糸より鯛の頭はお味噌汁にも使いたいので、エラ抜いていきます。エラを抜いて、頭を落とします。この出刃も研がなあかんな。トラフグの戦いでだいぶね、痛みが来てる。よう頑張ってくれた。はい、頭割っていきます。カマを落として、よし。はい、これで頭の処理が完成。で、そしたら3枚におろしていきます。糸よりの骨もお味噌汁に入れます。腹骨をすいていきます。糸よりは皮目も薄くて美味しいので、今日はお刺身はお刺身でも湯引きでいきたいと思います。血合い骨を取ります。はい、これで糸よりの仕込みの完成。はい、次はイカの仕込みいきます。まず、ここ表側に1本入れます。で、ゲソを抜きます。ゲソと一緒に内臓も抜いちゃいます。入れて、で、取ります。で、残った内臓とかエラとかをこういう風に包丁でしごきます。で、根元と先端を落とします。うわ、すごい。まだね、反り返りますね。生きてます。まだ。めちゃくちゃ鮮度がいい。で、こっちも同じ。エラと内臓を取っていきます。で、根元を切ります。先端も切ります。で、このゲソはボイルしてお刺身の盛り合わせにつけます。そうしましたら、イカの皮剥いていきます。めちゃくちゃ簡単に剥けます。いきます。つるんと。もう一回いきます。先端の方からつるんと。よいしょ。くる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 巻いて、これヤリイカの仕込みの完成。で、耳もお刺身にすると美味しいので、皮剥いてね。この状態にしてお刺身につけていきます。はい。では、このように仕込み終わりました。お刺身用、味噌汁用、塩焼き用、煮付け用でございます。じゃあ、煮付けから作っていきますね。お鍋に、お酒、日本酒ですね。今日は水なしの煮付けを作っていきます。すぐにお醤油。
みりん。お砂糖。今日はきび砂糖を使います。で、火をつけて、はい、煮だれがある程度煮立ちましたら、そこに、こちら、カワハギとマトウダイ入れていきます。で、ここにごぼうも入れます。一本野菜室に眠ってたんで、ついでに入れちゃいます。で、リードで落とし蓋をしていきます。これで10分ほど煮立てていきます。はい、それでは煮付けがそろそろ出来上がりました。火を止めていきます。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、そうしましたら次は塩焼きを作っていきます。で、塩焼くときに、このお味噌汁用の糸よりの頭と骨、カマ、これもついでに焼いちゃいます。カリッと焼いてからお味噌汁に入れたいと思います。イサキには塩を振っていきます。お腹の中にもしっかりと塩を塗っていきます。で、背びれと尻尾には化粧地をしていきます。そしたらこちらを焼いていきます。はい、このように焼き上がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。そうしましたら次はお味噌汁を作っていきます。一人鍋を使っていきます。それで、この空っぱ使おうと思ったんですけど、糸よりの粗とか入れちゃうと、あんまりにも具沢山になりすぎちゃうんで、これは冷凍コレクションに行きます。お鍋にお水を入れます。そこにきれいに洗った花シャコ、糸よりの粗、固形燃料をセット。火をつけて、で、乗せます。で、蓋をして、とりあえず完成。はい、そうしましたら次はこちら、お刺身を作っていきます。まだ糸よりこのように皮がついている状態なので、これを湯引きにしていきます。はい、そしたら湯引きしていきます。そしたらこれをバットに移していきます。水気をしっかりと取っていきます。冷凍庫で5分ほど冷やしていきます。はい、5分ほど冷やせれました。そしたらこちらを切って盛り付けていく。盛り付けるところのデータがちょっと取れてなくて、完成してまいりました。あっちゃはい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。やっとご飯食える。よし、じゃあどれからいこうかな。まずはこの煮付けからいただきますか。こちらのカワハギ。うわぁ、これ全部肝です。肝がパンパンに入ってる。ほら、こちら。じゃあ身と肝、これを一緒にいただきます。うんまっ。やっぱカワハギはね、天然に限るね。ご飯とめちゃくちゃ合う。次はこちら、マトウダイいただきます。マトウダイも美味しいんだよな。いただきます。柔らかすぎず、硬すぎず、非常に美味しいお魚です。そしたら次はこちらのイサキの塩焼きいただきます。こういう風に化粧地をすると何がいいかというと、尻尾が崩れないんですよね。僕は塩焼きにはレモンはかける派です。じゃあこの背中の一番美味しいところをいただきます。うわぁ、うめえ。脂が乗っている。旬の時期のイサキは本当に美味しいので、皆さんもぜひ一回食べてみてほしい。次はこちら、糸よりの頭と花シャコで出汁を取ったお味噌汁いただきます。うわ、うまっ。うめえ。この花シャコもね、いい味出してるよ。ちゃんと甲殻類の味がしますね。この糸よりの繊細な脂の味もしますしね。めちゃくちゃ美味しい、この味噌汁。では最後こちら、お刺身をいただきたいと思います。まずはこちら、糸よりの湯引き。醤油にちょっとつけていただきます。美味しい。そんなに脂がめちゃくちゃ乗ってるっていうわけではないんですけど、くどくなくてすごく旨味のある魚ですので、どんどん食えちゃいますね。次はこちら、ミニタイラガイ。4枚一気にいっちゃいますか。いただきます。
美味しいな。平貝は外さねえよ。次こちら。ヤリイカそうめん。まだ生きてたやつですからね。醤油につけて、いただきます。新鮮だから口の中でパチパチっと弾ける感じ。で、すげえ甘みが強い。次はこちらゲソですね。ヤリイカのゲソはマヨネーズでいただきます。いただきます。マヨネーズとイカなんてうまいに決まってるわな。じゃあ最後こちら。謎の魚。アイブリ。醤油でいただきます。いただきます。うまっ。すげえ脂乗ってる。島アジとブリとカンパチとサワラ。なんかいろいろ足したような味がします。不思議な魚だ。はい、ということで、今日はこちらの変な魚おじさんからいただいたお魚福袋から出た魚で作ったフルコースときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん銀色のやつ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。最高の定食ができましたね。また作ってくんないかな。お魚福袋。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は変な魚おじさんからいただいたお魚福袋から出たお魚で料理を作って食べてきましたけども、一部変わった魚はありましたけども、どれも最高に美味しいお魚たちでした。特にね、やっぱカワハギとイサキ、ケンサキイカ。ここら辺がね、抜群に美味しかったですね。さあ、お腹もいっぱいになったことだし、お風呂入って寝ます。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。